まったくダメな嫁だね。言われたことの一つもできないのかい？すみません。私の足が悪化したらどうするの？それともババアはとっととくたばれとでも思ってるのかね？そんなに同居が嫌なら出て行ってくれて構わないんだよ。そんなこと私思ってません。義母が骨折をして車椅子生活になると、私へのこれ以上ないくらいのダメ出しが始まった。私は理科、36歳の専業主婦、子供はおらず、40歳の夫と二人暮らしだ。私は自分で言うのもなんだが、うっかりな性格をしていて、その自覚もある。夫は気にするほどのことではないと言ってくれる優しい人。いつまでも夫婦水入らずで幸せな人生を二人で歩んでいくのだと思っていた。だがその未来も義母の怪我で消え去ろうとしていた。義母の怪我は骨折で車椅子での生活が必要となる。すでに義父は他界し、義母は一人暮らし、夫は仕事もあり、通いでの介護も難しく、これから老いていく母の世話も迫られてくるから、同居しないかと言われた。いずれそういう時が来ることは覚悟していた。夫も可能な限りサポートすると言ってくれたので、義母との同居を承諾した。同居を始めてすぐに、私は義母の下痢輪に触れてしまう。絶対に忘れずに買ってきてと頼んだでしょ？困るのよ、それがないと。すみません。買いに行ってきます。バカ言ってんじゃないよ。夕飯の支度は？風呂の用意は？私は決まった時間に食事をしたいの。帰ったらすぐに。もういい。明日、体調が優れなかったら、リカさんのせいだからね。いつも使っている保湿クリームが切れた。買ってきてと頼まれたものをうっかり買い忘れていた。私は一日に一回はうっかりなことをしてしまう。今までは許されていた。多めに見てもらえたが、義母はそのうっかりな性格が大嫌いで、些細なことも許さない。まったく、買い物一つできない嫁なんて、お荷物以外なんだって言うんだい？こんなこともできないのかと怒鳴る義母。ただ口癖と思って聞き流せばいい。だが骨折をして自由に動き回れない義母に、そういう態度を取ることはできない。私なりに努力はしているんだけどな、と思っても、義母は努力の成果が全く見られない。嘘をつくな、とすごい剣幕で反論してくる。はじめこそ主張していたが、した分の倍以上で返されるので、今はただ謝るだけにしている。とはいえ、私だってただ黙っているだけじゃない。夫にそれとなくフォローをお願いしてみた。ねえあなた、お母さんのことだけど、少しでいいからお願いできない？わかったわかった。今の仕事が一段落したらな。今日はもう疲れたんだ。余計なことを言わないでくれ。という感じで、仕事を理由にはぐらかされる。確かにここ数日、夫の帰りは遅い。休みの日も何かと理由をつけて家にはいない。気づけば、夫がいないのが当たり前で、私一人で義母の世話をするのが当然みたいな流れに。また忘れたのかい？これで何度目だろうね。買い物から帰るたびに、義母が私のうっかりを指摘する。実際、頼まれてもいないのに、
頼んだのに忘れたことにされたこともあった。ただ、それを証明するものはない。また、私もうっかりを自覚しているので、聞き逃した可能性も捨てきれず、結局、私が平謝りする形になる。もう一度夫にお願いではなく、今度は相談する形で協力を求めてみた。すると、俺の母を見捨てる気かと早合点され、全く取り合ってくれなくなる。そして余計家にいる時間が少なくなった。数ヶ月後、私は試行錯誤の末、ある秘策でなんとかうっかり癖が減るようになった。だが、言いつけを守れるようになったことで、義母の要求はエスカレートしていく。リカさん、リモコンを取って。早く。楽しみにしているドラマが始まるでしょ？テレビのリモコンをはじめ、エアコンのリモコンも定位置に置いてある。車椅子の義母でも移動して取りやすい位置だ。だが、義母は一度取ってもらったリモコンをあえて取りにくい場所に放り投げて放置。いつもあるところにないと騒ぎ立て、私に取りに行かせる。今のテレビは予約視聴という機能がある。リモコンでテレビをつけなくても時間になれば自動で見れるのだが、そのことを教えてもよくわからない。リモコンでつけた方が早いと聞き入れない。別のようで義母の声が届かないところにいるときも、ご近所迷惑なのではと思うほどの大声で呼ばれる。はっきり言って介護の域を超え、完全に召使いの下っ端扱いだ。リカさん、お茶。このドラマの時はお茶とお菓子の用意って言ってるでしょ？足の悪い私に熱いお茶を入れさせる機会？それで足が悪化したらどうするつもりだい？こんな感じで気が休まることがない。そんなある日、義母が気晴らしにとお茶会を企画した。参加するのは夫と義母の友人だ。場所は自宅。だが企画者は何もせず、そのすべてを私に丸投げしてきた。招待する二人にも電話やメールではなく、ちゃんと招待状を出せという徹底ぶり。私はまず招待状のカード選びから指示された。出来上がったカードは直接本人に手渡し、必ず参加の可否の返事をもらってくること、お茶会に使用するお茶の銘柄からお出しするお菓子まで、私が考えたものを義母に確認してもらう。だが、リカさんはお茶を飲んだことがないの？このお菓子がこのお茶に合うと本気で思ってる？まったく味音痴にも程があるでしょう。とすべてダメで、結局義母がああしろこうしろと指示を出してくる。買い出しもどこのお店のなんとかという銘柄を、とまでだったら初めからそう言ってくれればいい。最近は私へのダメ出しや文句は、義母の楽しみの一つになっているように思えてくる。何ぐずぐずしているんだい？さっさと買い物に行ってきな。追い出されるようにして買い物に出かけた私。義母の指示通り、一つ一つ指定された店で買い物をしていると、意外な人物とばったり遭遇した。その人物とは面識もあり、先方は義母のことをかなり気にかけていたが、どうも話が噛み合わない。そこで義母の現状を打ち明けると、とても驚き、そんなことはないと否定をする。意外な人物から聞かされた義母の秘密を知った私は、とある秘策を思いついた。その人物とはその場で別れ、私はすぐに
義母に電話をした。お母さんすみません。急にめまいがして、吐き気も。そちらに帰るとお母さんの介護ができないので、実家で治してきます。何言ってるのリカさん。それではまるで私があなたに無理を強いているみたいじゃないの。そんなことはないです。すみません。両親が迎えに来たので切りますね。さすがに私の両親が迎えに来ているのに、実家に帰るなとは言えなかったようで、言葉を飲み込んだような息遣いが電話口から聞こえた。実際は迎えになど来ていないし、私はめまいなども起こしていない。これらすべて秘策のための布石である。実家には1週間ほどいさせてもらい、その間に英気を養う。久しぶりに睡眠も取れ、体調は万全。転倒開始の気合も十分だ。帰省中、一度だけ義母から電話があった。お茶会ができなかったことで、友人がものすごく怒って帰ってしまった。友情にひびが入った責任を取れとかなんとか。いつもイライラカリカリしている義母なので、今更怒りを大爆発させられても、あまり答えなくなっていた。ただこの様子だと、戻った時に再爆発しそうな勢いはある。しかし私には切り札がある。1週間後、一応申し訳ないという顔と、塩らしい態度で義母宅に戻ると、待ってましたとばかりに、夫と義母から責め立てられた。こっちは仕事を休んでまで時間を作ったんだぞ。しかも自由に外に出られない母の楽しみを、めまいごときでダメにして、何のための専業主婦だ。招待した友人は私にとって大切な人なんだよ。あれから何を言っても聞いてもらえないし、残り少ない私の人生の楽しみをよくも奪ってくれたね。この役立たずが。二人が交互に私を責め立てる。その度に、すみませんと頭を下げて、弱々しい声で、私が悪いんです、を繰り返す。次第に息が上がり、義母の方が息切れして黙る。夫もそれに倣って、わかればいい、二度とこんなことをするな。で、とりあえず攻め攻撃は終わった。だが私にはまだやらなくてはいけないことがありそうだ。どこからともなく漂う異臭。台所に残された食器と食べ残し。それと、洗濯機周辺に山積みになった脱ぎ捨てられた衣類だった。リカさんの仕事はしっかりと残しておいたから。と言って、夫と共に別の部屋へ向かう。その後ろ姿に向かって、お茶会のことは本当に申し訳なかったと告げた。続けて、もう一度機会が欲しい。今度はお母さんとご友人に納得してもらえるお茶会にするからと伝えた。義母からは、今度はアドバイスはしない。変なお茶会にしたら、ただでは置かないと圧力をかけられた。お茶会当日、私は前回、義母が指示した通りのことを再現した。それを分かっているかどうかは分からないが、友人とのわだかまりも消え、義母は楽しんでいるようだ。夫もまた、仕事に都合をつけ、この場にいる。義母が楽しそうにしている姿を見て、安心している。お茶会も中盤に差し掛かった頃、外の呼び鈴が鳴った。誰だろうね。招待した人はここに集まっているし。来客の予定がないので不思議がっていた。私は義母たちに続けて楽しむように伝え、呼び鈴の相手は
私がするといい、向かう。再びその来訪者と共にお茶会の場に戻ると、義母は驚いた顔をした。すみませんお母さん。私が先生をお呼びいたしました。だってお母さんの会期祝いのお茶会ですから、お世話になった主治医にもお声をかけました。実は前回のお茶会の買い物の時に偶然会ったのは、義母の主治医だった。あの日、主治医は、義母はその後言われた通りのリハビリを続けているかと聞いてきた。完治しても意識して足を使うことが大事だからと。そう、義母の骨折は1ヶ月も前に完治していた。主治医は車椅子のままの義母を見て、どこか痛めたのか自己判断はしないでほしい。非番だが、すぐに診察をしたい。病院に行きましょうと促す。義母は慌てて、余計なことを、と私を睨む。また、主治医には、これは演出で、などと言ってごまかし始めた。だが、夫は知っている。義母が常に車椅子生活をしていることを。何か言いたそうな雰囲気を出しているが、義母があまりにも憤慨しているので困惑しているようだ。言われたこともまともにできないのかこの嫁は。あんたは黙って言われたことだけしていればいいんだ。主治医に取り繕い言い訳することは諦めたようだ。医者はレントゲン室を開けておいてほしいなど、病院側に電話で指示を出している。まあ、これも私との打ち合わせで不利なのだが、そんなことを知らない義母は、このままでは本当に病院に連れて行かれる。治っている証拠のレントゲンを取らされると気が気ではないだろう。何が何でもこの場を乗り切るには、すべてを私のせいにするしかない。悪知恵だけは働く嫌な嫁だよ。そうですか。あなたほどではないと思います。と心の中で言い返す。このお茶会の主催者は私だよ。リカさんにその権利はないんだからね。そうですね。すみません。でもここにいる皆さんにも一緒に確認してもらえますか？私がどれだけのことをお母さんに言いつけられていたのか。何を言ってるんだろうね、この嫁は。どうやって確認するんだい？もちろんこれですよ、お母さん。私はエプロンのポケットからボイスレコーダーを取り出した。うっかりな私は、なんとか義母に怒られないよう、いろいろ試してみた。メモを取ることも考えたが、義母は、早口でまくし立てるので、聞きながら書き取るのは困難だ。またうっかりメモを書き忘れて買い物に出たこともあった。スマホの録音アプリも試したが、義母に見つからず録音は困難。ただ録音するのが一番手っ取り早いのは確定だったので、ボイスレコーダーを常に衣服のどこかに忍ばせていた。私が録音を再生すると、義母の横柄で理不尽な要求の数々がみんなの知ることとなる。夫は分かったからもういい、聞くに耐えないと言うが、せっかくなので、お茶会の件のところだけでもと、とどまらせる。招待したい人の箇所を皆で聞き終わり、すみません、お母さんの言っていることが正しいですね。主治医をお呼びするように頼まれてはいませんでした。準備をしたのは私なので、ついうっかり主催者だと思い込んでいました。義母は怒りと恥をかかされたことへの恥ずかしさで、これ以上ないほど耳まで真っ赤にしている。
他人様のいる前で、よくもこれだけ恥をかかせてくれたね。義母の怒りが収まる気配はない。義母の友人は呆れ果てている。車椅子生活でいろいろ不便もあるだろうと思い、普段はしない手助けまでしたのに、と、どこか悲しそうだ。義母は私や夫だけでなく、大切な友人までも騙していたことになる。そのことにまだ気づいていない。待って、悪気はないのよ。だって仕方ないでしょ。この嫁のうっかり性格が本当に尺に触るんだから。だからって、怪我人のふりまで続けるか？車椅子生活なんてややこしいことを。義母は離れていく友人を引き止めようとするが、夫につかまれて追及される。リカさんに介護のいろはを教えようと。そんなもの必要になれば専門の介護士がいろいろしてくれるだろう。義母は夫に追及されて言い訳が二転三転していく。根底にあるのは嫁いびりなんだと思う。じゃあ何のための同居？何が悲しくて可愛げのない嫁と同じ空間に。俺はリカを母さんの召使いにするために同居してもらっているんじゃない。少しの手伝いになればと。それから夫は私に何度も謝ってくれた。私がほんの少しの手伝いを毛嫌いしていると思っていたと。まさか義母がここまでひどい態度で接していたとは察してやれなくてすまなかったと。夫はこんな家には1分1秒たりともいたくないと車に詰め込めるだけの荷物を持ち出す。義母にはその場で絶縁を告げ、私たち夫婦は義母の家を出た。しばらくはホテル暮らしだったが、すぐに引っ越し先を見つけ、今は夫婦水入らずでのんびりと楽しく暮らしている。家に取り残された義母だが、怪我人、しかも要介護と偽って嫁いびりをしていた姑と近所で噂が広まる。嫁いびりの度合いが悪質だと、特に同世代のご近所さんから煙たがられ無視されているとか、なかなか外にも出づらいらしく、ゴミ屋敷と化しているとも。夫は、あの家はもう実家でも何でもない。好きにさせておけと、本気でもう関わり合うことはなさそうだ。新しい場所で、新しいご近所付き合いが始まる。私はあの経験の中で、どうやらお茶会だけは性に合っていたようで、今では親しいご近所の方を招いて催すようになった。最近、私の周りでは、ちょっとしたお茶会ブームになっている。